皆さんこんにちは、小垣子です。今日はこちらのあずま袋をモチーフにした、マーケットトートバッグの作り方をご紹介したいと思います。あずま袋をもうすでにご存知の方は作り方簡単に想像つくかもしれないんですけれども、こちら長方形を編んでそれを縫い合わせたらできてしまうというとても簡単なパターンになります。なので特に取っ手を別に編むのではなくって長方形を編んでからところどころ縫い合わせたらできてしまうとっても簡単なカバンです。で、基本的な編み方は鎖編みと長編み、そうですね、今回はそれだけで編めてしまったので初心者の方にもおすすめな編み方になっています。はい、ここであずま袋の作り方について簡単にご説明したいと思います。あずま袋の材料は長方形のみになります。この長方形だけで持ち手も作ることができます。ただ気をつけていただきたいのがこの長方形の比率です。じゃらん。あずま袋に必要な長方形はこの絵のように正方形を3つ並べたような1対3の長方形が必要になります。なので例えば、ここから編み始めて進む感じになるんですけど、最初20センチで始める場合は20センチが3つ必要になるので、長さここの長さは 20×3 で60センチ必要ということになります。そして今回私は、40センチで進めていこうと思っているので 40×3 なので120センチ必要になります。そしてあずま袋の作り方なんですけど、ちょっと折り紙みたいな感じです。この両端の青い四角を三角に折ります。そしたら残ってるこの真ん中のピンクの四角も三角に折ります。ピンクを真ん中をここにして、そしたら、このピンクと青が交わってるここですね、ここを縫い付けます。こう縫って裏返したら全く同じところが合わさる線になるので、その部分も縫い合わせます。そうするとちょっと紙だから分かりにくいかもしれないんですけど、ここがつながると袋になります。そして持ち手なんですけれども、持ち手はここのとんがってる2つを少しだけ重なるように合わせて縫い合わせれば、ちょっと紙だから分かんないかもしれないんですけど、この2つですね、この2つが合わさって持ち手になります。で、ここの底なんですけれども、このままでももちろんいいんですけど、私はちょっとマチが欲しいなと思っているので、ここにマチを一番最後につけようかなと思っています。で、大きさなんですけれども、例えば今回私の場合40センチで始めようと思っていると、大きさを考えるとき底の長さが分かったらなんかイメージしやすいじゃないですか。なので底の長さの求め方、カバンの底はこの真ん中の四角の対角線がカバンになるんです。カバンの底になるんですけれども、ここですね、ここは、大体なんですけれども、この正方形の 1.4 倍がこの対角線の長さになります。ちょっと算数の授業みたいですよね。なので今回私40センチでやろうと思ってると 40×1.4 は
56センチなので、私のカバンはここの底が56センチで、ちょっとマチをつける予定なので、それが出る感じになります。材料はこちらになります。このなんかキャベツみたいなこの系統で編んでいきたいと思います。パタゴニアネイチャーコットン 100% コットンの系統、手染めされてるらしいです。そしてこれ1玉っていうんですかね、1塊っていうんですかね、これが 100g で、針の方が 5mm から 6mm と書いてあるので、間を取って 5.5mm で編んでいこうかと思います。今、これが4玉あるんですけど、編み終わったら何グラム使ったかを文字で足しておきたいと思います。はい、では編んでいきたいと思います。最初1段目は長編みになるんですけれども、今回も私は鎖編みと長編みを一緒に編んでいくという始め方で編みたいと思います。今回の作品は特に伸縮性とかを求められているものではないので、基本的な編み方、鎖編みをずっと編んでからそれを長編みで編み戻ってくるという編み方でももちろんいいんですけれども、私は鎖編みの目を拾うのがめんどくさいので、これでいってしまおうと思います。でこの編み方詳しく知りたいなという方はリンクを貼っておきます。最初から鎖編みと長編みを編む編み方という動画もあるので、そちらよかったらご覧ください。まず作り目をします。そして鎖編みを4目編みます。よいしょ、硬い。4。そうしたら、針に糸をかけてから一番初めの鎖編みの、片方の目と裏山を取ります。でこれが太くて OK。そしたら糸をかけて持ってきます。で最初の1目だけを引き抜きます。これで鎖編みを作ったことになります。次長編みを編みます。糸をかけて2本ずつ引き抜きます。これで1目できました。ちなみにこの鎖で立ち上げたこの目ですね、一番初めのここも長編み1本分とカウントします。この調子で糸をかけて、ここの下今編んだ鎖編みのところにブスッと刺して1本だけ抜いたら長編み、糸をかけて下の鎖に刺して持ってきて1本だけ引き抜いたら2本ずつ、これを繰り返して40センチになるまで編んでいきたいと思います。で今回、目の数で気をつけてほしいのは奇数で終わること。このカバンの編み方の目は奇数じゃないと成り立たないので、奇数の目でストップしてください。これも1目と数えて、なので1,2,3,4と編んでいっていただいて、40センチ奇数の目でストップしたいと思います。はい、1段目55目編みました。だいたい40センチぐらいになったので、これで1段目終わりたいと思います。2段目からは編み方はとてもシンプルです。基本的には、長編みを編んで鎖編みを1目で1目飛ばして1目飛ばして長編み鎖で、その時1目飛ばして長編み鎖1目飛ばす長編み鎖、これの繰り返しになります。で、段の立ち上がりなんですけど、編み方が2種類あります。まず基本的な方、鎖を3目編んでから、長編みと長編みの間用の鎖をもう1目なので合計4目鎖をしてから、1目飛ばして次の目に長編みを編んでいく。基本的な編み方が1番目。
で2番目、ついこの間それに関する動画をまたアップしたんですけれども、立ち上がりから長編みチックな模様を編んでいくという編み方ですね。ちょっと針にかかっている糸を伸ばして、針にかかっている糸を指で押さえながら時計と逆回りをして糸を引っ掛けて戻ってきます。そして本来長編みの時は編まないこの根元に針を入れます。そして糸を引っ掛けて持ってきて、針に糸が3本なので、あとは長編みのように2本ずつ引き抜いていく。こうするとちょっと太っちょなんですけど、1番目の目から長編みチックなのが編めて、私は今これがマイブームなので、この立ち上がりで編んでいきたいと思います。もちろん鎖3目の方で始めていただいても全然問題はありません。お好きな方をどうぞはい、そしたら、長編み1、鎖1で、1目飛ばして次の目に長編み、鎖が1、1目飛ばして次の目に長編み、これの繰り返しになります。そして奇数の目の数があるので、長編みを編んだ時点で段の最後終わりになるはずです。はい、2段目最後、今長編みを編んで鎖を編んだとこなので、最後の長編みを編んでおしまいというところです。最後はこの鎖で立ち上がっている長編み分の鎖編みっていうんですかね説明が下手っぴですけど、そこの鎖の一番上に針を入れて、ごめんなさい、叩いちゃった。で長編みをして2段目終了になります。あとはこの2段目の編み方をひたすら繰り返していっていただくことになります。なのでもちろん鎖3目でもいいんですけど、立ち上がり編んでもらって、そこからひたすら鎖1で長編みの上に長編み、そして鎖1でまた長編みの上に鎖1、鎖じゃないですね、長編みの上には長編みです。すいません。これを繰り返していっていただいて、私の場合はこの始めたこの1段目の長さが40センチなので、40×3 は120センチなので、今この下が40なので、ここの長さですね、ここが120センチになるまでひたすら、ちょっと画面をズーム変えます。それでも全部入んないかな。これがこっちの長さですねが120センチになるまで、ひたすらこの2段目の編み方をずっと編んでいきたいと思います。で120センチになるちょっと手前でストップします。というのも、全部で120センチにしたいんですけれども、最後の1段はこの2段目の編み方じゃなくて1段目の編み方で終わりたいので、120センチよりちょっと少ないかなぐらいまでこの2段目の編み方で編んでいきたいと思います。はい、2段目の編み方、長編みをして鎖をして1目開けてまた長編みをしての繰り返しをひたすら編んでいきました。ダダダダダンとずっと編んでいって、120センチ、横幅の3倍である120センチに届こうかなとしているので、そろそろ編み終わりたいと思います。最後は、1段目と同じように長編みをずっと編んでいって終わりたいと思います。ちなみに私は今77段目が終わって、最後の長編みの段は78段目になります。たまたま3の倍数で割れるとこで終われてラッキーという感じなんですけど、できれば3の倍数で終わった方が後からこの長い長方形を3等分するので、その時に目の数が分かりやすいかなと思います。
では、最後の段78段目編んでいきたいと思います。78段目はひたすら長編みです。立ち上がり、鎖3目でもいいんですけど、立ち上がって、全部抜いちゃった。立ち上がり、で鎖1つ編んじゃいけませんね。そしたらもうこの長編みと長編みの間に針を入れ、1目入れて、で次長編みの上に針を入れてというのを繰り返して編んでいきたいと思います。こっちですね。はい、最後の段長編みをずっと編んでいく78段目編み終わりました。そしたら、最後糸を切ってしまうのではなく、この糸は縫い合わせる時に使いたいので、今はとりあえずほどけないようにステッチマーカーをつけておきたいと思います。そして私の場合は、78段全部であったので、それ全部編んだ段の段の数を3で割ります。そうすると私は26段ずつになるので、その26段のところにステッチマーカーをつけていきたいと思います。はい、ステッチマーカーの色がちょっとカモフラージュしちゃって分かりにくいんですけれども、26段目とそこからまた26段いった52段目、両方とも見えにくいですね。取れちゃう。ステッチマーカーをつけました。こんな感じですね。で、片方側につけるんではなくって、反対側の方にもステッチマーカーをつけといた方がとても分かりやすいと思います。そうしたら次、画面に入りきらないので、この毛糸で説明するとちょっと難しいかなと思ったので、また折り紙に戻ります。今ここが26段目と52段目ということになります。なのでまず端っこの四角の分を三角に半分に折ります。この時別にこちらがこう下から上に三角じゃなくて上から下に三角でもいいんですけれども、そうしたら反対側の三角は、同じように上から下でやってしまうと袋ができないので、反対に片方が上から下に折ったら反対側は下から上と折るようにしてください。でまた、ここが編み終わりなんですけれども、編み終わりの角を最初に動かすようにする。ごめんなさい、叩いちゃった。編み終わりの角を動かすようにすると、カバンの縫い始めがここのカバンのボディ部分に糸が来るようになります。言ってる意味わかりますかね。なので例えばここが編み終わりだとして、これを下から上じゃなくてこう反対側にやった場合、そしたら、ここの糸端が取っ手のところに来るようになるので、それはどちらでもどっちがいいどっちが悪いとかではないんですけれども、糸端をまずどこに使いたいかと考えて、私はボディの部分に糸端を使いたいなと思ったので、まず糸端の角を畳むように折ってみました。そしたらこの角をステッチマーカー52段目のステッチマーカーと合体させます。そして反対側は、さっき上から下に来たので下から上に行って26段目のステッチマーカーと合体させます。そしたら次、真ん中の四角が残ってる状態です。
今この状態なので、それを半分に折りたいと思います。大きすぎて全然入らなくてわかんないかもしれないんですけど、今この状態です。向きが逆なんですけれども、そしたら今度ここの合わさった目を前と後ろ縫い合わせていきたいと思います。はい、では縫い合わせていきたいと思います。カバンの前の部分、ここ斜めに合わさる部分があるんですけど、そこを縫っていきたいと思います。糸の方はこの縫う長さの3倍ぐらい必要あれば大丈夫かなと思って3倍の長さで切りました。で、今ここが縫い終わりの部分で、縫い終わりと、52段目がステッチマーカーでついてるんですけれども、実際縫い合わせるのはここにもステッチマーカーがあって26段目と縫い終わりを縫い合わせていくことになります。なのでこれをこことここが合わさる感じですね。ステッチマーカーも外してつけたままだと後ろもひっつけちゃいそうなので、編み終わりと26段目を合わせてから、とじ針に糸を入れて、では縫っていきたいと思います。どうやったら見やすいかな。ちょっとズーム変えます。ここが縫い終わりで、ここが26段目なので、その端っこを取って縫い合わせていきたいと思います。どこにしようかな。ダメだ。危ない。まずここに針を入れなきゃ目がほどけちゃいますね。ここに針を入れて26段目の端っことどこに入れようかな。ここら辺は多分皆さんの方がお上手だと思います。適当なので私は。はい、そしたら最初はちょっと強くなってほしいので3回ぐらい通しておきます。そしたらあとは、目を拾っていくんですけど、ちょうどなんて言うんでしょう、どちらも編み編みの目なので目の数はすごく合わせやすいと思います。こう取る幅がずれたりしたら編みにならないので、こうどっちも編みのマスが合うようにしながら、こうずれたりしないでマスごとにやっていけば綺麗に編めると思います。では縫っていきましょう。はい、前と後ろ両方ともこの合わさる部分縫い合わせ終わりました。後ろ側も同じように斜めに。そしたら今度、マチをつけたいと思います。マチはこの角っこを今ぺったんこになってる時、これを三角にして何センチぐらいしましょうかね。12センチ13センチぐらい、ここら辺をダーッと縫っていきたいと思います。はい、そこの部分の角、右側も左側もこのように縫ってマチを作りました。そしたら今裏側を向いてると思うので、作品をひっくり返して表側を向かせます。
そして持ち手を縫い合わせたいと思います。かなり袋っぽくなってきましたね。はい、持ち手は後ろと重なったら使いにくいかな。持ち手の角と角を合わせて、こうひし形ダイヤモンド状っていうんですかね、正方形なんですけど、それが重なるように、どのぐらい合わせるか皆さんのもう本当にお好みで長さを見ながら合わせてもらったらいいと思うんですけれども、こう合わせてこの四角を縫っていきたいと思います。はい、持ち手の部分編み合わせてみました。四角でいうとこの4マスずつっていうんですかね、こんな感じで並縫いで合わせてみました。はい、これで完成です。ちなみに毛糸の方は 400g 使って残りこれだけだからちょうど 400g ぐらいといった感じです。はい、カバンの方持ってみるとこんな感じになります。今中身が空っぽなんですけど、ここでそこにあったボードゲームをちょっと入れてみます。そうするとこんな感じになります。マチの方13センチじゃなくってもうちょっと太くてもいいかなという気はちょっとしますけど、これはこれで可愛いんじゃないかなと思います。もしよろしければ高評価ボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ。